19世紀の中盤、ユーラシア大陸の真ん中に位置する広大な中央アジアという大地は、まるで巨大な磁石のように2つの超大国の視線を引きつけました。その一つが海を支配したイギリス帝国であり、もう一つが陸の帝国として膨張を続けていたロシア帝国です。この2つの国が争ったのは、戦場でもなければ、正式に宣言された戦争でもありませんでした。代わりに、外交文書のやり取り、影のスパイたちの動き、現地の藩国の王族や部族長たちへの工作、そして軍隊の存在感だけによる脅しが、日々繰り返されていたのです。ラドヤード・キップリングという作家が1901年の小説、KIM の中でこれを、影のトーナメントと表現しましたが、まさに音も立てず、しかし極めて緻密に展開される戦いだったのです。ロシア側ではこれを、ボリシャやイグラ、つまり、大気、グレート、ゲーム、と呼びました。どちらの国も公式には平和を口にしていましたが、地図上の境界線一つ、あるいは現地指導者の忠誠心一つをめぐって、激しい知力と情報の奪い合いが続いていたのです。こうした静かな戦争の背景にあるのは、産業革命後の世界が直面していた根本的な欲求、資源と貿易ルートの確保でした。イギリスにとってインドは、帝国の宝石と呼ばれるほど重要な植民地でしたが、その価値を最大限に引き出すためには、ペルシア、現在のイランやアフガニスタンを通る陸路の支配が不可欠でした。なぜなら、インドで大量生産された茶やアヘンを中国へ輸出し、東アジア貿易網をコントロールするためには、この経路が命綱だったからです。一方のロシアは、シベリアの鉱物や中央アジアの綿花といった資源を本国へ運び、自らの工業化を支える必要がありました。そのためには、カザフ草原からサマルカンド、ブハラ、ヒバといった古代シルクロードの都市を抑えることが、単なる歴史的関心ではなく、経済的生存戦略そのものとなったのです。これらの都市は、かつて商人たちが黄金と絹を運んだ道の要所でしたが、19世紀になると、それが帝国の財政と軍事の未来を左右する戦略的交差点へと変貌していたのです。ロシアの中央アジア進出は、1860年代から本格的に加速します。1873年にはヒバ、韓国が征服され、1875年には高感度、韓国、そして1876年にはブハラ、韓国までが次々とロシアの保護国あるいは併合地へと組み込まれていきました。この過程でロシア軍は、抵抗勢力を容赦なく鎮圧し、イスラム教の指導者たちは処刑されたり国外追放されたりしました。こうした軍事行動は、決して即席の野戦ではなく、長期的な計画に基づいて行われていたのです。一方で、イギリスはこの南下政策に対抗するために、アフガニスタンを干渉国家として機能させようと考えました。つまり、インドを守るための壁を作る。それが当時のイギリスの戦略的ビジョンだったのです。しかし、1839年に実際にアフガニスタンに軍を送り込み、親英政権を樹立しようとした試みは、惨憺たる結果に終わります。現地の複雑な部族政治や宗教的感情を無視したこの介入は、反乱を呼び起こし、ついには1842年、カーブルから撤退中のイギリス軍約1万6000人のうち、わずか一人だけが生き延びるという壊滅的な敗北を招くことになったのです。この出来事は、イギリスにとって大きな屈辱であると同時に、中央アジアの地政学がいかに予測不能で、しかも致命的な罠に満ちているかを突きつける象徴的な教訓となりました。その後、イギリスは直接支配という方法を諦め、代わりにアフガニスタン王室に対して財政的、軍事的支援を行いながら、外交上の影響力だけを維持するという間接支配の手法へと舵を切りました。しかし、この戦略も安泰ではありませんでした。1878年、ロシアがアフガニスタンに外交使節を派遣したことを受け、イギリスはそれを侵略の前触れとみなし、第二次アフガン戦争を開始します。戦争は一応イギリスの勝利で終わりましたが、
アフガニスタンの独立は保たれ、イギリスが得られたのは外交的支配権という限定的な成果だけでした。これはつまり、いくら軍事的に優位に立っても、中央アジアの民族や地形、そして伝統的な権力構造を完全に制御することはできない、という現実を改めて示した瞬間でもあったのです。この時期の対立は、単なる領土拡大以上の意味を持っていました。ロシアの南下政策は、単に資源を得るためだけでなく、オスマン帝国の崩壊によって脅かされている自らの南部国境を守る、弱い腹部を補うための戦略でもありました。特に1853年から1856年にかけて起きたクリミア戦争で、ロシアがイギリスとフランスに敗れたことで、ヨーロッパにおける南下の道は閉ざされます。それ以来、ロシアは中央アジアと極東へとその膨張の矢先を向け直すようになったのです。この動きは、ユーラシア大陸帝国という壮大なイデオロギーの下で進められました。正教の影響力を広げ、トルコ系民族の分離主義的傾向、広しトルコ主義を抑えることも、その目的の一部でした。一方のイギリスは、文明の使命という名目のもとに、インドに鉄道や教育制度を導入し、自らの支配の正当性を主張しようとしました。しかしこの文明化は、現地の人々にとっては伝統的社会の破壊であり、宗教的アイデンティティに対する脅威として受け止められることも多く、逆に反発を呼ぶ原因ともなっていたのです。ペルシア、つまり今のイランもまた、このグレートゲームの主要な舞台の一つでした。1813年のゴリスタン条約、そして1828年のトルクマンチャーイ条約により、ロシアはカスピ海北部の支配を確立し、イギリスはペルシア南部を影響圏に収めました。こうしてペルシアは、北はロシア、南はイギリスという形で、文字通り2つの帝国の間に挟まれ、石油が発見されるまでの間、両者の緩衝地帯として機能することになったのです。チベットも同様でした。清朝の支配が弱まりつつある中で、イギリスは1904年のヤンドン戦争を通じてチベットへの軍事的接近を図りました。一方、ロシアもダライ・ラマとの接触を試み、影響力の拡大を狙ったのです。しかし、これらすべての行為は、清朝の名目上の主権を無視したものであり、これが後に中国国内の民族主義運動を刺激する火種にもなっていったのです。中央アジアの地政学的重要性は、軍事的ポジションだけにとどまりません。経済的な側面も極めて大きかったのです。例えば、綿花はロシアの産業にとって欠かせない原料となり、ペルシアで1908年に発見された石油は、イギリスのアングロ・ペルシアン・オイル・カンパニーを通じて、イギリス海軍のエネルギー源として活用されることになりました。また、イギリスがインドで生産したアヘンを中国に大量輸出したことは、アヘン戦争を引き起こし、結果として中国の繁殖民地化を促進しました。こうした資源、貿易、イデオロギー、そして現地の抵抗が絡み合う中で、中央アジアはもはや単なる地理的な空間ではなく、帝国の欲望と人々の生存が交錯する、極めて複雑な舞台へと変貌していったのです。こうした競争は1895年の英ロ間中央アジア国境協定によってひとまず区切りを迎えますが、その影響は今日まで続いています。ロシアが中央アジアを併合する過程で引いた国境線は、現代のウズベキスタン、キルギススタン、トルクメニスタンの国境とほぼ一致しています。また、アフガニスタンとパキスタンの国境となっているデュランド・ラインは、イギリスがロシアからの脅威を防ぐために恣意的に引いたもので、多くの部族の居住地を分断した結果、今日に至るまで深刻な紛争の原因となっています。このグレートゲームは、過去の出来事として終わってしまったわけではありません。むしろ、20世紀の冷戦期、アメリカとソ連がアフガニスタンを舞台に代理戦争を繰り広げたように、その構造は今もなお繰り返されていると言えるでしょう。諜報、代理戦争、資源確保、文明化の名分、
そして現地民族の抵抗、これらの要素はまさに帝国主義時代の縮図であり、現代の国際関係を考える上での重要な手がかりとなっています。イギリスとロシアの膨張戦略を比べてみると、その違いは軍事、外交、経済の3つの側面で鮮明に浮かび上がります。まず軍事戦略において、イギリスは海洋国家としての特性を強く反映していました。インドを拠点とするイギリス東インド会社の軍隊は、1857年から1858年にかけて起きたセポイ反乱を契機に、イギリス王室の直轄軍であるイギリス領インド軍へと再編成されました。この軍隊は、アフガニスタン遠征やビルマ、現ミャンマーへの侵攻に投入されましたが、いずれの作戦も、海軍による艦隊護衛と海上輸送路の確保が前提となっていました。特に、アラビア海からベンガル湾に至る海域では、イギリス海軍の東洋艦隊が常時哨戒を行い、インドと中国南部を結ぶ海上シルクロードの安全を守っていたのです。これは単なる貿易路ではなく、植民地同士をつなぐ生命線であり、軍事的軌道の大動脈でもありました。シンガポールの要塞化は、まさにその象徴的な事業です。1819年にウィリアム・ラッフルズがシンガポールを占領した後、イギリスはすぐにこの島を東方のジブラルタルとして整備し、マラッカ海峡の支配権を確立しました。要塞化されたシンガポール港は、イギリス艦隊の恒久的寄港地として機能し、インド洋から南シナ海への出入り口を封鎖することで、ロシアの南下を阻止しようとしたのです。これに対して、ロシアは陸の帝国として、その膨張を陸路に依存していました。18世紀後半から始まったシベリア征服は、19世紀に入るとカザフ草原へと拡大し、1830年代にはすでにカーン国との間に保護条約を結んでいました。しかし、本格的な中央アジア制圧は、1856年にクリミア戦争で敗北した後の1860年代から本格化します。ロシアは、大砲と騎兵の圧倒的な火力に加え、現地の貴族に対する経済的、軍事的圧力を巧みに組み合わせながら、ブハラ、ヒバ、高感度といったイスラム諸国を次々と保護国化していったのです。例えば、高感度、韓国の征服の際には、債務を肩代わりする代わりに、軍事顧問団の派遣と内政干渉権を獲得することで、綿花や小麦の生産を事実上コントロールしました。こうして、帝国北部の工業地帯への安定供給体制が築かれたのです。外交戦略においても、両国は大きく異なりました。イギリスは、マレー半島のスルタン国などと結んだ条約を通じて、形式的には現地の主権を温存しつつも、実質的な軍事、通商、外交の権限を掌握する、保護国、方式を採用しました。1824年のエーラン協定でオランダとマレー半島の勢力圏を分けた後、1874年にはペラック、スルタンとの間で、タンコール条約を締結し、治安維持の名目で軍事顧問を派遣し、港湾の自由使用と関税徴収権を確保しました。この間接支配は、イスラム指導者層を懐柔することで、長期的な支配の安定化を図ったのです。さらに、1902年の英日同盟は、極東におけるロシアの南下を牽制する新たな戦略的枠組みでした。これにより、イギリスは軍事的負担を軽減しながら、海上封鎖と陸上圧力の両面からロシアを抑止できる体制を整えました。一方のロシアは、より直接的な支配を好みました。1873年にはヒバ、ハン国とグルジア条約を結び、外交権をロシアが代行することを認めさせました。これにより、鉱山資源や交易路の実質的な支配が可能になったのです。さらに1907年には、イギリス、フランスと三国協商を結ぶことで、中央アジアの勢力圏を法的に確定しました。この協商は、ロシアにとってはヨーロッパ列強との干渉地帯を確保する手段であり、イギリスにとってはインド防衛の北方の壁を構築する意図がありました。経済政策の違いも顕著です。イギリスは
シンガポールを東西貿易の十字路と位置づけ、関税収入と港湾使用料で巨額の利益を得ました。1869年にスエズ運河が開通すると、インドと中国南部を結ぶ航路が完全に掌握され、年間6000隻以上の商船がシンガポールに寄港するようになりました。この貿易ハブは、イギリス本国だけでなく、インド、オーストラリア、南アフリカの植民地経済を結ぶ帝国経済圏の中核となったのです。また、マレー半島ではイギリス資本によるゴムと錫のプランテーションが急拡大し、1900年までに年間3万トンのゴムが生産されました。これらの資源は、イギリスの工業地帯へ直送され、軍需産業を含む経済の基盤を支えました。一方、ロシアは中央アジアの陸上交易路を掌握することで経済的優位を築きました。1880年代に完成したシベリア鉄道は、当初から軍事輸送と資源輸送の両方を想定しており、ウラル山脈以東の資源地帯とヨーロッパを結ぶ資源動脈として機能しました。この鉄道網は、カザフの石炭、銅、ウズベキスタンの綿花、タジクの金属資源を帝国北部へ運び、ロシアの工業化を支えました。さらに、中央アジアの交易路に対して関税制度を導入し、年間数百万ルーブルの関税収入を得ました。これは、イギリスの航海法に匹敵するほどの経済的支配力をロシアにもたらしたのです。シルクロードの支配をめぐる戦略は、まさに海と陸という地政学的条件の差異を如実に表していました。イギリスは、シンガポール、アデン、ボンベイ、香港を結ぶ、海の城壁を通じて、ロシア艦隊のインド洋進出を事実上不可能にしました。一方、ロシアはカザフ草原からブハラに至る交易路を、自らの税関と関税制度によって、ロシア経済圏へと再編成し、中央アジアの商人たちに経済的主権を失わせる形で支配を確立したのです。こうした軍事、外交、経済の3側面での対称性は、19世紀の欧亜大陸をめぐる覇権争いの本質を、最も純粋な形で体現していたと言えるでしょう。アフガニスタンは、まさにこのグレート、ゲームの中心に置かれた国でした。イギリスはインド帝国の北西防衛のために、ロシアの南下を防ぐ緩衝地帯としてアフガニスタンを意図的に設計しました。しかし、1839年から1842年にかけての第一次アフガン戦争では、カブールに占領し、親英政権を樹立したものの、現地部族のゲリラ抵抗に遭い、撤退途中で壊滅的な打撃を受けました。この敗北は、イギリスに大きな衝撃を与え、アフガニスタンの地形と民衆の闘志を再認識させるきっかけとなりました。続く第二次戦争、1878、1880年では、再びカブールを占領し、傀儡君主を据えましたが、1879年のカブール放棄でイギリス代表が殺害されるなど、安定した支配は叶いませんでした。この過程で設定された、デュランド、ラインは、パシュトゥン部族の居住地を分割し、今日に至るパキスタンとアフガニスタンの国境問題の根源となっています。ロシアの視点からは、アフガニスタンはインドへの回廊としての可能性を持ち、中央アジア支配の足がかりとなるべき場所でした。しかし、イギリスの強い牽制により、直接侵攻はできず、代わりに外交的圧力や貿易特権の獲得を通じて間接的な影響力を拡大しようとしました。20世紀に入ると、この緩衝地帯としての役割は形を変えましたが、地政学的重要性は失われませんでした。1919年の第三次アフガン戦争でアマヌッラ・ハーンが独立を宣言したのも、ソ連の南下政策とイギリスの防衛戦略が背景にありました。第二次世界大戦後、冷戦の構図がアフガニスタンに投影されます。1979年、ソ連は親蘇政権を支援するために軍を派遣し、首都カブールを占領しました。しかし、ムジャーヒディーンのゲリラ抵抗に遭い、アメリカ、サウジアラビア、中国からの支援を受けた彼らに追い詰められ、
1989年に撤退を余儀なくされました。この戦争はソ連経済に重い負担をかけ、崩壊の一因とも言われています。その後、タリバンの台頭、2001年の米国主導の侵攻、そして2021年の米軍撤退とタリバンの復権。こうした歴史は、アフガニスタンが常に外部勢力の思惑の渦中にあり、緩衝地帯としての宿命を背負い続けていることを示しています。現代に至っても、この地政学的緊張は消えていません。中国は、一帯一路を通じて中央アジアへのアクセスを強化し、インドはパキスタンを牽制するためにアフガニスタンへの投資を進め、ロシアはかつての影響力を回復しようとしています。こうした大国の思惑と国内の分断が複雑に絡み合う中で、アフガニスタンは19世紀のグレーとゲームが生んだ構造的緊張の延長線上に今も立っているのです。このように、アフガニスタンは19世紀から現代に至るまで、地政学的要衝として大国の思惑が交錯する帝国の墓場としての運命を背負い続けてきました。しかし、グレーとゲームの舞台は決してアフガニスタンだけに限定されるものではなく、中央アジア全域、すなわちカスピ海からパミール高原に至る広大な地域が、イギリスとロシアの諜報戦、外交戦、軍事的駆け引きのフィールドとなりました。特に注目すべきは、当時の情報収集手段の限界の中でも、双方がいかに精密で大胆な偵察活動を展開していたかという点です。この時代、衛星写真も通信網もない状況下で、地形図の空白を埋めることが国家の安全保障に直結したのです。イギリス側では、インド測量局、サーベイ・オブ・INDIA が中心となって、グレートトリゴノメトリー測量を推進しました。これは単なる地図作成ではなく、軍事的意図を強く帯びた国家プロジェクトでした。インド北部の山岳地帯、とりわけヒマラヤの麓からパミールへ続く未踏の地帯について、正確な標高や通路の情報を得ることは、将来の進行ルートや防衛ラインの設計に不可欠だったのです。有名なのは、パンチ、PUNDIT、と呼ばれる現地の測量員たちの活動です。彼らは仏教巡礼者や商人のふりをして、秘密裏に経度、緯度、高度を記録し、布の裏に細かい記号でデータを書き込むことで、国境地帯の地図を完成させていったのです。例えば、シンクル山脈の調査では、ある測量員が数年間にわたり交易路を往復しながら、毎日一定間隔で歩数を数え、コンパスと簡易色区分儀で方位を確認し、帰還後にそれらを統合して詳細な地図を作成しました。こうした努力の末、1870年代までにカシガル、現在の中国新疆ウイグル自治区カシガル、周辺の地理情報がイギリスに伝えられ、ロシアの南下路線の可能性が分析可能となったのです。一方、ロシアもまた、中央アジア各地に軍事探検隊を派遣し、科学的調査の名目で実際には軍事偵察を言っていました。著名な将校であるニコライ・プリンツポフ、NIKOLAI、PRZHEVALSKY は、1870年代から1880年代にかけてモンゴル、チベット、タクラマカン砂漠へ複数回遠征を行い、その報告書には単なる動植物の観察だけでなく、水源の位置、道路の通行可能性、部族の忠誠心に関する詳細な記述が含まれていました。彼の遠征はロシア帝国外務省と陸軍の支援を受け、表面上は学術目的でしたが、地図の作成や要所の戦略評価が主目的であったことは明らかです。彼の探検隊が持ち帰った情報は、後のティルキスタン総督府の統治計画に直接活用されました。こうした情報戦の一環として、両国は外交施設を通じても綿密な諜報活動を行いました。イギリスはテヘランやカブール、さらにはカシガルに領事館を設置し、現地の政治情勢やロシアとの接触状況をリアルタイムで報告させる体制を構築しました。特にカシガルは、清朝、ロシア、
そして潜在的にイギリスの利害が交差する地点であり、1870年代に発生したヤクブ・ベク政権の攻防は、グレーとゲームの縮図ともいえる出来事でした。ヤクブ・ベクはもともと高感度アセ国の軍人でしたが、1865年にカシガルを占拠し、独立政権を樹立しました。彼は当初、オスマン帝国やイギリスに接近し、武器供与や外交承認を求めました。イギリスはこれをチャンスと捉え、1874年に正式に使節団を派遣。フレイザー使節団はカシュガルに到着し、武器売却協定を結ぶとともに、詳細な軍事、地理報告書を繰り返しました。しかし、ロシアはこれに対抗して1876年に高感度アセ国を併合し、自らの勢力を南へ延伸。ついに1877年、清の左総統が率いる軍がカシュガルを再占領し、ヤクブ・ベクは謎の死を遂げました。この一連の動きは、ロシアと清が短期的に協調し、イギリスの影響力排除に成功した例として、グレーとゲームにおける多極的な力学を示しています。さらに、宗教とイデオロギーも重要な武器となりました。ロシアは正教会を通じてキリスト教化を進めるのではなく、むしろイスラム教指導者たちに対する保護政策を取ることで、支配の正当性を演出しようとしました。キルキスタン総督府は、イスラム法廷、シャリーア裁判所を一定範囲で存続させ、モスクの修繕費を公的に支出するなど、宗教的自治を装った統治戦略を採用しました。これは、反乱を抑えるための便宜的措置であると同時に、ロシアが保護者として振る舞うことで、イギリスのような植民地支配とは異なる文明的統合のイメージを国内外に発信する狙いがありました。一方、イギリスはインドのムスリム貴族層と同盟を結ぶことで、アフガニスタンや中央アジアのイスラム勢力への影響力を維持しようとしました。特にインドのハイダラバードやバンダール地方のナワーブ、封建領主たちには、イギリスが資金と地位を与える代わりに、中央アジアのイスラムネットワークを通じてロシアへの不信感を煽る工作を依頼した記録が残っています。文化的対立も無視できません。イギリス人は中央アジアを野蛮で停滞した世界と描写し、自身の支配を文明の使命と正当化しました。旅行記や軍事報告書には、遅れた風習、女性の抑圧、専制君主といった表現が頻出し、これが国内の世論形成に大きく貢献しました。一方、ロシアの知識人たちは、東方主義とは異なる視座を持ち、中央アジアをロシアの未来の一部と理想化しました。詩人フェドール・ティユチェフは、アジアはロシアの運命を形作ると述べ、歴史家ケダロフは、ウラルを越えた先に、新たなロシア文明の芽がある、と主張しました。このような思想的背景が、ロシアの南下政策に道徳的根拠を与え、国民的支持を獲得する土台となったのです。技術革新も両国の競争に大きな変化をもたらしました。電信の導入は、グレーとゲームのスピードを劇的に変えたと言えるでしょう。1860年代以降、イギリスはボンベイからカルカッタ、さらにカラチ経由でペルシャ湾岸へと電信網を敷設。1870年代にはテヘラン、カブール、そして最終的に北京までつながる国際電信回線が完成しました。これにより、インド総督府はロンドンと数時間以内に意思疎通できるようになり、外交交渉や軍事作戦の意思決定が飛躍的に迅速化しました。一方、ロシアも1880年代にシベリア鉄道と並行して電信線を敷設し、サンクトペテルブルクからタシケントまでメッセージを24時間以内に伝達できる体制を整えました。この通信インフラの整備は、単なる技術的進歩ではなく、支配空間の時間的圧縮を意味し、遠隔地の管理を可能にする国家能力の象徴でした。こうした中で、一般市民や現地住民の生活はどのように変わったのでしょうか。ロシアによる中央アジア支配は、表面的には穏やかな統合を装っていましたが、実際には強制労働、土地収奪、
灌漑農業の改変によって伝統的な遊牧社会を根底から揺るがしました。特にウズベキスタンのフェルガナ盆地では、ロシア当局が大規模な綿花生産を強制、遊牧民の移動ルートを封鎖し、耕地を国有化してコルホーズ、集団農場の原型となるプランテーションを設立しました。これにより、水資源の分配が激変し、干ばつが頻発。1898年のアンド・ジジャン放棄は、こうした経済的搾取と宗教的抑圧が重なって発生した反乱であり、ロシア軍が鎮圧のために大砲を投入するほどの規模にまで発展しました。反乱の指導者の一人であるナズール・バーツ派は、我々はロシア人の神ではなく、アラーに仕える、と宣言し、反乱軍はモスクを拠点に戦いましたが、最終的に壊滅しました。イギリスの影響もまた、直接的な軍事介入以外の形で現地社会を変容させました。インド西北辺境州、現在のパキスタン、カイバル、パクトゥンクワ州では、イギリスが部族長、マリクに年金を支払い、代わりに武装解除や貿易路の開放を要求する補助金政策を展開しました。このシステムは一見平和的ですが、伝統的な部族の権威構造を歪め、外部からの金銭的依存を生み出すことで、長期的には社会の分断を助長しました。また、教育面では、イギリスが設立したサンタルプール学院などの学校で英語教育が行われ、少数のエリート層が育成されました。彼らは後に民族主義運動の指導者となるケースもあり、植民地支配が予期せぬ形で自らの終焉を促進する矛盾を内包していたのです。20世紀初頭になると、グレート、ゲームの主役は徐々に新しいプレイヤーへと移行していきます。第一次世界大戦を経てロシア帝国が崩壊し、ソビエト連邦が成立すると、中央アジアは社会主義共和国として再編成されました。カザフ、ウズベク、タジクといった民族単位の共和国が設定されたのは、スターリンによる民族領域区画政策によるものでしたが、これは現実の民族分布とは必ずしも一致せず、後に独立後の国境紛争の原因ともなりました。一方、イギリスは第一次大戦後に帝国の疲弊を感じ始め、インド支配の維持コストが問題視されるようになりました。1919年のアマヌ・ラ・ハーンによる独立宣言を受け入れざるを得なかったのも、こうした帝国の相対的衰退の表れです。しかし、冷戦期に入ると、この地域は再び大国競争の舞台となります。アメリカとソ連がそれぞれ、自由世界と社会主義陣営の最前線として中央アジアとアフガニスタンを位置づけました。特に1979年のソ連のアフガニスタン侵攻は、かつてのグレート、ゲームの再来とみなされ、アメリカは CIA を通じてムジャーヒディーンに武器と資金を供与。この支援の多くはパキスタンの ISI、軍事情報局を経由して行われ、後にアルカイダの母体となる武装勢力にも流れ込むことになります。歴史の皮肉にも、イギリスが19世紀に恐れていたロシアのインド侵攻は実現しませんでしたが、20世紀末にはアメリカが同じ論理、すなわちソ連の南下阻止に基づいて介入したのです。21世紀に入り、新たなプレイヤーとして中国が登場します。一帯一路構想は、まさしく現代版のシルクロード戦略であり、新疆ウイグル自治区からパキスタンのガーダーラ港に至る経済回廊 CPEC は、インド洋への不当行アクセスを確保する中国の地政学的野心を象徴しています。同時に、中国はタジキスタンやキルギスに警備基地を設置し、テロ対策の名目で軍事的存在感を高めています。ロシアは依然として CIS、独立国家共同体を通じて影響力を維持し、集団的安全保障条約機構 CSTO で中央アジア諸国と軍事同盟を結んでいます。インドは中国のパキスタン支援を牽制するために、アフガニスタンのダーシャイ、ハブ港建設に巨額の投資を行いました。このように、19世紀のグレート、ゲームは、
単なる過去の出来事ではなく、今日の国際政治においてもその構造が色濃く残っています。大国の思惑、資源の争奪、宗教、民族の対立、そして交通路の支配、これらの要素は150年を経てもなお中央アジアという舞台で繰り広げられています。アフガニスタンが帝国の墓場と呼ばれるゆえんは、単に地形や気候の過酷さだけではなく、外部勢力が常に自らの論理を押し付けようとするがゆえに、現地の複雑な社会構造と歴史的記憶に跳ね返されてきたという歴史的教訓にあるのです。グレート、ゲームは終わったのではなく、形を変えながらも今なお続いている。それが、この地域を理解する上で最も重要な視点と言えるでしょう。グレート、ゲームの真の舞台は、軍事基地や外交使節団だけではありません。その核心には、地図の上での未知の領域の征服という近代科学と帝国の欲望が交差する異常な競争がありました。19世紀半ば、ロシアの軍事探検隊は、アフガニスタンの山岳地帯を横断するルートを発見するため、標高5000メートルを超えるパミール高原に踏み込みました。その中でも、1865年にロシア陸軍大尉のニコライ・プリチャルキンが率いた探検隊は、カフカスから東へ進み、アムダリア川の源流をめぐる地図の空白地帯を初めて正確に測量しました。彼のチームは、六角形のコンパスと銅製の気圧計、そして重いガラス製の望遠鏡を背負い、現地のバカラ族のガイドに頼って、雪崩の危険と凍傷に立ち向かう中で、100日間の行軍を続けました。その結果、ロシアは、タミールの背骨と呼ばれる山脈の分水嶺を自国の勢力圏と主張し、イギリスがインドから北上しようとしていたワハーンコリドーの接近を阻止しました。この地図上の線引きは、単なる地理的記録ではなく、帝国の主権を定義する線そのものだったのです。イギリスはこれに反発し、1870年代にはインド陸軍の地形局が、アフガニスタンのカブールからパミールまで、ロシアの測量と競う形で秘密の三角測量を実施。測量員たちは、砂漠の真ん中で太陽の位置を観測するため、砂に埋めた石柱を数週間かけて整備し、夜間には星の位置を記録しました。その記録は、イギリスのアフガニスタンマッププロジェクトとして機密扱いされ、20世紀まで公開されませんでした。地図は戦争の前哨戦であり、知識の占有が領土の占有を意味したのです。この競争は科学という名の下で現地の文化と自然を収集する行為へと発展しました。ロシアの探検家たちは中央アジアの古代遺跡から出土した仏教の壁画、シルクの断片、ウイグル語の写本を大量に持ち帰り、サンクトペテルブルクのエレミタージュ美術館やアカデミー・オブ・サイエンスに収蔵しました。1883年、ロシアの東洋学者アレクサンドル・レーモンは、タシケント郊外で発見された古代ブルハーン王朝の墓地から、金で飾られたマントと青金石の仏像を発掘。これらは、ロシアの文明的優位性の証として、皇帝アレクサンドル3世の面前で展示されました。一方、イギリスは、東方学という学問を武器に、インドのコルカタ大学やロンドンの王立地理学会を通じて、中央アジアの言語、宗教、民族を体系的に収集しました。特に、イギリスの言語学者ジョン・ B ・ブリュースは、1877年にパシュトゥー語、タジク語、ウイグル語の辞書を編纂し、その中で、遊牧民の言語は未開のものではなく、高度に発達した詩的伝統を持つ、と記しました。しかし、この学問的経緯は、実際には支配のための情報収集にたならず、彼の辞書は後にイギリス軍の諜報部が、部族間の言語の違いをついて分断工作に利用されました。科学は、帝国の正当性を裏付ける、知的装飾に過ぎなかったのです。このような知識の収奪は、単なる文化の略奪ではなく、現地社会の自我を破壊する心理的戦争でもありました。
ロシアは中央アジアのイスラム教徒が使用するアラビア文字を非近代的と断じ、1880年代からラテン文字への転換を強制。タシケントのモスクの壁にはアラビア語のクルアーンの文が白漆喰で塗りつぶされ、代わりにロシア語で書かれた進歩の格言が掲げられました。教育省は子供たちにアラーは神ではなく自然の法則の名前であると教える教科書を配布し、宗教教育を迷信として排除しました。一方、イギリスも現地の伝統的な教育機関であるマドラサを過激思想の温床として監視し、インドの教育官僚はアフガニスタンの少年たちが詩を読む代わりにイギリスの法律を暗記することを目指しました。1890年、アフガニスタンのクンドゥーズでイギリスの教育官が少年たちに、あなた方の祖先はアレクサンドロス大王の軍隊に敗れたと教えたところ、生徒の一人が、ではなぜあなたたちはアレクサンドロスの後裔ではないのですかと問い返し、場が凍りついたというエピソードが残っています。この問いは植民地支配の虚構性を突き指す静かな反逆でした。この地政学的競争の背後には常に個人の運命がうずもれていました。1885年、イギリスの秘密諜報員アーサー・コンウェイはアフガニスタンの山岳地帯でロシアの探検隊を追跡中に現地の女性医師マーリアム・バーブに救われました。彼女はアムダリア川の支流沿いの村で伝統的なハーブ療法と西洋医学を融合させた診療所を運営していました。コンウェイは彼女の知識に魅了され、ロシア人があなたの土地を奪う理由はあなたたちが自分たちの土地を知らないからだと語りました。しかしマーリアムは静かに答えました。あなたたちは私たちの土地を知るふりをしてそれを自分のものにしようとする。そして私たちが自分たちの土地を知るのを許さない。数ヶ月後、コンウェイはロシア軍に拘束され、イギリス政府は彼の存在を公式に否定しました。マーリアムはその後、ロシア当局に反体制的活動の容疑で逮捕され、タシケントの刑務所で生涯を閉じました。彼女の診療所は翌年、灌漑用水路の建設工事のため、跡形もなく壊されました。彼女の存在は帝国の歴史書には一言も記されていませんが、彼女の言葉は中央アジアの地に根ざした抵抗の象徴として、口伝えで今も語り継がれています。グレート・ゲームは、国家間の戦略的対立だけでなく、知識と記憶、言語と身体、そして個人の尊厳をめぐる、静かで深遠な戦いでもありました。地図の線は人々の生活を切り裂き、科学の名は文化を収奪し、教育は歴史の記憶を書き換えました。そのすべての背後には、帝国の文明化という神話が、現実の暴力と抑圧を正当化する構造がありました。中央アジアの民は、自らの土地を知ることさえ罪とされました。彼らの抵抗は、大砲や銃弾ではなく、詩、歌、伝統の継承、そして記憶の保持という形で、密かに、しかし確実に、帝国の支配を蝕んでいったのです。この見えない戦争の記憶こそが、今日の中央アジア諸国が自らのアイデンティティを再構築するための最も貴重な財産となっています。1893年、イギリスとアフガニスタンの間で結ばれたデュアランド・ラインの画定は、単なる国境線の画定にとどまらず、中央アジア全域に存在する無数の部族共同体を人為的に二分する分割統治の象徴となりました。この国境はイギリスの地政学的利益を優先するあまり、数千年にわたって形成されてきた遊牧民の移動ルートを断ち切り、水源地帯を分断しました。その結果、かつて同一の部族や言語、文化を共有していた人々が突然異なる国籍を押し付けられました。例えば、パシュトゥーン人の部族、モハンマドザイは、デュアランド・ラインを越えてイギリス領インドとアフガニスタンに分断され、互いの交易や婚姻、
葬儀の慣習すら制限されました。イギリス当局はこの分断を治安維持と呼び、部族長に国境を越える者は反逆者と通告しましたが、実際にはイギリスの植民地支配を永続化させるための分断工作でした。アフガニスタン側では、イギリスの支配を受け入れたアミール・アブドゥッラフマーンが1880年から1901年にかけて反逆者の首狩りと称した残虐な弾圧を行い、ギュアランドラインを安全な国境として固定させるために反抗的な部族を徹底的に粛清しました。彼は鉄のアミールと呼ばれましたが、その支配はイギリスの間接統治と相まって中央アジアの社会構造を根底から破壊しました。特に1901年に実施されたアフガニスタンの国勢調査では、部族の成員を忠誠心の度合いでランク付けし、イギリスに忠実な集団とそうでない集団を峻別しました。このデータは後のイギリス軍の部族管理政策に活用され、アフガニスタンの社会は常に裏切り者と忠実な臣民に分断される構造へと変質しました。この人為的な分断政策は中央アジアの経済にも深刻な打撃を与えました。ギュアランドラインの確定により、かつて自由に行き来していた交易ルートが遮断され、特に塩湖や鉱山地帯に依存していた部族は経済的に窮地に追い込まれました。1895年、イギリスはアフガニスタンの国境地帯にベルチスタン防衛隊を設置し、部族に武器供与と引き換えに国境警備を強制しましたが、これは実質的には部族間の対立を煽る政策でした。結果として、ベルチスタン防衛隊の結成により、かつて協力関係にあった部族間で殺戮が頻発し、1902年にはカラチ近郊でイギリスの支配に反抗したバロチ族の指導者が処刑されました。この処刑は反乱の見せしめとして利用され、アフガニスタン全域に波及する抵抗運動の芽を摘み取ろうとしました。しかし、こうした弾圧も現地住民の反発を招くだけでした。1905年、タジキスタンの山岳地帯でイギリスの地図作成官が牧道に、この山は誰のものだと尋ねたところ、牧道は、太陽が昇る限り、この山は誰のものでもない。そして、誰のものでもないからこそ、私たちのものでもある、と答えました。この言葉は、19世紀末の中央アジアで、土地や資源をめぐる支配の正当性がいかに虚構であったかを象徴するエピソードとして、今日まで語り継がれています。この一方で、イギリスとロシアは中央アジアの未開の地を文明化するための近代化プロジェクトを競い合いました。ロシアは1880年代からトルキスタン総督府を通じて鉄道敷設と灌漑農業の導入を推進し、サマルカンドやブハラといったことをロシアの植民地首都へと変貌させました。特に1891年に完成したトルキスタン鉄道は、ロシアの中央アジア支配を物理的に強化すると同時に、現地の経済をロシア本土に従属させる経済的植民地化の道具となりました。鉄道沿線にはロシア人入植者のためのヨーロッパ風の町が建設され、現地住民は低賃金労働者として酷使されました。一方、イギリスはインドの鉄道網拡大を通じて、アフガニスタンへの軍事的、経済的影響力を拡大しました。イギリスの大インド半島鉄道は、1870年から1900年にかけてインド全域に敷設され、総延長は3万マイルを超えました。この鉄道網は、植民地支配を軍事的に支えるだけでなく、中央アジアの商品をインド経由でヨーロッパ市場に流通させる経済的従属のシステムを確立しました。特に1890年に完成したカラチ鉄道は、イギリスにとってペルシア湾からアフガニスタンへの軍事経済ルートの要衝となり、カラチはイギリス海軍の拠点であると同時に、アフガニスタン産の羊毛や乾燥果実の輸出拠点となり、植民地経済の心臓部
となりました。しかし、このような近代化の裏では、現地住民の生活はますます困窮に追い込まれました。ロシアの灌漑事業によりアムダリア川の水量は減少し、サマルカンド周辺の農地は塩害に見舞われました。一方、イギリスの鉄道網は伝統的な交易路を破壊し、多くの職人や商人が失業に追い込まれました。1898年、サマルカンドでロシア当局が強制徴税を実施した際、農民は、私たちの土地はロシアのものではない、アッラーのものだ、と抵抗しましたが、ロシア軍は村全体を焼き払う報復を行いました。この事件は、19世紀末の中央アジアにおける植民地支配の本質を示すものでした。一方、イギリスもアフガニスタンの農民に強制的な穀物徴発を実施し、飢饉を引き起こしました。1899年から1902年にかけて北部では大規模な飢饉が発生し、推定で100万人以上が餓死しましたが、イギリス当局は、天災であり、人災ではない、と公式に発表し、飢饉の原因が植民地政策にあることを隠蔽しました。このような状況下で、中央アジアの知識人や部族長は自らのアイデンティティを再構築するための反帝国主義運動を模索し始めました。1887年、ロシア支配下のタシケントでイスラム改革主義者ジャディード・イスマイルがトルキスタンの若者よ、西洋の知識を学べ、しかし決して西洋の奴隷になってはならない、と説きました。彼の思想はイスラムの伝統と近代的教育を融合させるイスラム・モダニズムとして全域に広がりました。一方、インド支配下のイギリスでは1885年にインド国民会議が結成され、アフガニスタン出身の知識人サイード・アフマド・ハーンが参加しました。彼はイギリスの教育システムを利用しつつ、イスラムの価値観を守る二重戦略を展開しました。しかし、こうした抵抗運動もイギリスとロシア双方から弾圧されました。1907年、ロシア当局はタシケントで反イスラム主義の容疑で知識人を大量逮捕し、シベリアの強制労働収容所へ送ったのです。一方、イギリスはアフガニスタンの知識人を過激派とみなし、活動を厳しく監視しました。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、中央アジアの反帝国主義運動は一気に加速しました。イギリスとロシアは自らの植民地支配を維持するために、中央アジアの住民を徴兵し戦争に動員しましたが、これは逆に現地住民の反発を招きました。1916年、カザフスタンでロシア当局の徴兵に対する反乱が発生し、推定で6000人以上が殺害されました。この反乱は中央アジアにおける植民地支配の限界を露呈しました。一方、イギリスはアフガニスタンの部族長に、イギリス軍への協力と引き換えに、アフガニスタンの独立を約束する、と持ちかけましたが、実質的には傀儡政権の樹立を目指す策謀でした。アミール・ハビブッラーは提案を受け入れ、イギリス軍に駐留を認めましたが、これはアフガニスタンの主権を事実上放棄する行為でした。グレートゲームは単なる国家間の権力闘争にとどまらず、中央アジアの人々の生活、アイデンティティ、記憶そのものを破壊し、再構築する文化的帝国主義の戦いでした。19世紀末から20世紀初頭にかけて、中央アジアはイギリスとロシアの文明化の使命という名の下で歴史と伝統を抹消されました。しかし同時に、中央アジアの人々は自らのアイデンティティを守るための静かな抵抗を続け、その記憶は今日まで受け継がれています。